ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はウルフリックよ。彼はウィンドヘルムの首長で内戦クエストで帝国側につくと戦うことになる死体よ。ストーリー上の重要人物だからスカイリムプレイヤーで彼を知らない人はいないでしょうね。そんな彼の獣人としての性能はどうかというと、まあ面白い特徴を持ってることは確かよ。というわけで早速彼の性能を見ていくわよ。始まるよー。ウルフリックは片手武器を得意とする戦士よ。彼の最大の特徴はシャウトを使えるということよ。プレイヤー以外にシャウトを使える NPC というとドラウグルがほとんどで、人間でシャウトが可能なものはほんの一握りしかいないわ。その中でさらに獣とか可能な死体というと、ウルフリック以外にはほぼいないと言っていいわ。揺るぎなき力で敵を吹き飛ばせば、起き上がるまで一方的に攻撃できるわけだから、それだけ有利に戦闘を進められるわ。だけど彼が強いかというと、全くそんなことはないわ。攻撃力は高い方ではないし、防御力に至ってはほぼないと言っていいわ。盾で多少は補えなくもないけど、近接戦士としてこの防御力の低さは致命的よ。シャウトを使えば確かに有利になるのだけど、クールタイムが長すぎて、1回の戦闘でせいぜい1回しか発動できないのよね。一度吹き飛ばしたくらいではこの防御力の低さはとてもじゃないけど補えないわ。揺るぎなき力の他に武装解除も使えるのだけど、こちらは発動すれば敵を大幅に弱体化させることが可能よ。ただ先に揺るぎなき力を使ってしまうとクールタイムが終わるまで使えないし、そもそも武装解除が効かない敵も多いから安定しないわ。いっそのこと弓を装備させて妨害要員として使うのはどうかとも思ったのだけど、やっぱりシャウトの間隔が長すぎて彼ならではの利点をほとんど感じないのよね。シャウトを使える人間というのは確かに珍しいのだけど、ただ珍しいだけでほとんど戦力としては期待できない死体。それがウルフリックよ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがウルフリックのステータスよ。揺るぎなき力と武装解除のシャウトを使えるのが最大の特徴よ。揺るぎなき力を当てれば敵を吹き飛ばして立ち上がるまで一方的に攻撃できるし、武装解除を当てればレベル30までの敵の武器を落とすことができるわ。レベル30というと山賊なら全てのランクに有効だし、ドラウグルならデスロードまで有効よ。特にドラウグルは武器を落とすと素で攻撃しかしてこなくなる場合が多いからほぼ無力化できるわ。活躍できる機会は限られるけど、発動さえすれば強力な効果であることに間違いないわ。一番得意なのは片手武器なのだけど、スキルレベルが高いだけで、パークは何も持ってないから大したダメージは出せないわ。それ以上に問題なのが防御力よ。重装の適性が高いのだけど、実際に着てるのは服だから防御力はほぼゼロよ。一応腕だけは軽装備をつけているのだけど、軽装の適性はないし、裸とほとんど変わらないわ。弓の適性も高いし、弓なら敵から攻撃を受ける機会も少ないから、どうしても彼を起用するなら、弓を持たせてシャウト兼遠距離アタッカーとして運用するしかないと思うわ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。ソリチュードのドール城でリッケ特使に話しかけると、帝国軍に加入するためのクエストが開始されるわ。その後は帝国軍として内戦クエストを進めれば、最終的にウィンドヘルムでウルフリックと戦闘になるから、倒せば死体が手に入るわ。ウルフリックのレベルはプレイヤーのレベルの 1.2 倍になるから、彼を獣人にするには、プレイヤーのレベルを34以下に保つ必要があるわ。彼の死体は消えることがないから、保存アイテムは持たせないでも大丈夫よ。ちなみに一緒に手に入るガルマルは、攻撃力も防御力も大したことなくて、戦力としては全く当てにならないわ。もしストームクローク側についた場合はキュリウスとリッケの死体が手に入るわけだけど、キュリウスはシンプルに弱いし、リッケは体力だけはかなり高いけど、それ以外の特徴はないから、やっぱり内戦クエストでは帝国側についてウルフリックを手に入れるのがいいと思うわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はウルフリックについて紹介したわ。戦力としては微妙だけど、シャウトの使い手は珍しいし、それにスカイリムにおける重要人物だから、死体コレクターならぜひ手に入れたいところね。内戦クエストは長い割に得られるものが少ないから、やりたがらない人も多いと思うけど、彼の死体が報酬だと考えれば少しはやる気も出るんじゃないかしら。
それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。